こんにちは。今日はまず昨日バイトを早退しちゃったっていう動画を撮ったんだけど、そうなんです。昨日は体調が悪くてバイトを早退しちゃって、でも今日は友達と会う約束があったので久しぶりにその友達だったんだけど、なんかね、いろんなモチベが上がった。だからすごい感謝で、バイトに行けないなとかバイトしんどいなと思った時にカフェイン摂取すればいいんだっていうことに気がついて、今までカフェインとか無縁の人生で、多分カフェインには強くないから自分は、だからあんまり飲んでこなかったけど、今日飲んだらなんかいろんなモチベが上がってカフェイン飲んでみようと思った今日はね、自分が3月に眼うつになって、そっからずっと落ちてたんだけど、そこから抜けるきっかけになった本、それがこの本を読んだからうつが抜けたとは分かんないんだけど、それはでも考え方が結構変わったから、そのうつから抜けるきっかけにはなったと思うどっちなんだって話だけど、その本はこれです。なんか反対になっちゃってるかなザ・グッド・ライフ。この本を読もうと思って、自分のすごく心に残った部分を紹介しようと思うんだけど、こうやって付箋がいっぱい貼ってるから紹介しようと思うんだけど、人それぞれ心に残る部分で違うと思うし、自分はこれを読むけど、今からブックオフで買いました自分は今からこの本を読もうと思うけど、でもそれでこの本を読んだ気になってしまうのはもったいないっていう感じで、ぜひ読んでみてください。この本の全部を紹介できるわけじゃないから、まずこの本はハーバード大学の研究についての本なんですけど、この史上最長の幸福研究が解明した幸せになるための鍵。はい、ここに書いてあるものを読みます。幸福な人生を送るために必要なものは何か。その問いに対する答えは富や名声ではなく、意外なくらい身近でありふれたものだった。ハーバード大学による84年にわたる史上最長の研究が解き明かした健康で幸せな人生を送る鍵、それは良い人間関係。この本は最初から結論を言ってるのね。人生の幸せは良い人間関係ですよってもう最初から言ってるの。だからそれについてこれから話していきたいと思います。追記です。なんか著作権について調べてみたんだけど、結構自分は引用でブーって読んじゃったんだけど、あんまり引用しすぎると著作権違反になってしまうかもしれないので、この本の概要だけ、こういうことが書いてあるよっていうちょっとの少しの引用で終わらせたいと思います。だから本当にぜひ読んでもらいたい。本当にいい本だから、なんか少しでもこの本の良さが伝わればいいなと思いました。なので紹介させていただきます。この研究は一人の人をずっとちっちゃい頃から大人になって死んでいくまで一人の人をずっと研究するっていうのを何百人もやってる研究なんだけど、だからいろんな人の人生を交えてこの本を話していくのね。この人はこうでこうでこういう風に感じている、この人は人間関係にはこう感じている、この人は孤独を感じている、この人はとても幸福度が高いとか、いろんな人間関係とかいろんな人のデータを交えて話してくれるから、確かにそうなんだって思えるようになってきました。で、これまで人間関係って言ってるけど、ちゃんと幸福度以外にも人間関係が関係していることがあって、
それについて今から話したいと思います。もう肉体的にも人間関係に満足してる人は健康だし、満足してない人は健康状態が悪化するんだって。これは結構後の方に書いてあったけど、なんか人間ってその縄文時代とかはグループで生きてるから、一人で孤立しちゃうと危ないじゃん。例えばマンモスが一人で襲ってきたりとかしたらもう結構危ない。だから一人でいるっていうことは人にとってはすごいプレッシャーとストレス状態になるんだって。だから緊急状態みたいな。それは今の時代になっても体の仕組みは一緒で、一人だったら緊急状態で睡眠も浅くなっちゃうし、なんかいろんなストレスがかかるんだって。だからそれでその健康状態が悪化したり、ずっとそのアラームが鳴ってる感じだから、科学的にも証明されてるんだ。びっくりしました。だから人間関係に満足してる人ほど寿命が長いんだって。わーおって感じじゃない？と思いませんか？自分は俥夫だから必死に社会に溶け込もうとしてるけど、その社会は別に人間が幸せになるための社会じゃないっていう、なんかすごい矛盾してない？幸せになるために自分は社会に溶け込もうとしてるけど、現代の社会はその全然その人が幸せになるようにできてないっていう、なんか皮肉な話ですよね。だからこの人は物質的に豊かだから幸せとか、この人はその貧しいから幸せじゃないとは一概に言えないって。だから鬱だと、あの人ってすごいいろんなことをいろんなものを持っててすごい恵まれてるから幸せなんじゃないかなとか思っても、そうじゃないってこと。逆に自分はその全然いろんなことを持ってなくてもそれでも幸せになれるっていうこと。だからそういう豊かさは幸せにあんまり関係しない。関係しないって言ったら違うかもしれないけど、でも一概にその物質的に豊かだからとかとはあんまり言えないっていう話で、なんか自分が鬱で自分はこうでこうでこういう境遇だからこうなんじゃないか、あんまり恵まれてないと幸せになれないんじゃないかとか、逆に自分はこんなにも恵まれてるのになんで鬱になるんだろうって考えたりする時もあって、それって関係ないらしい。あんまり関係ないとは言えがないけど、もっと複雑、この本にも書いてあるようにっていうことを学びました。だから自分はこういう状況だから幸せじゃないとか、自分はなんでこんな状況なのになんで幸せじゃないんだろうとかはあんまり考えない方がいい。考えちゃうかもしれないけど、そうやって決めつけすぎない方がいいんだって自分は思って、なんかすごく価値観が変わりました、そこで。あとこれは自分の好きな名言名言です。運命を避けようと進んだ道で運命が私たちを待ち受けている。キャー、本当にそうだと思う。自分は運命は元から決まってる派だから、この名言はすごく自分の考えを表している言葉だなと思いました。はい、これは今悩んでる人で、結構これで悩んでる人多いと思う。なんか人生のスケジュールってあるじゃん。社会一般的な人生のスケジュールで言ったら、まず高校生まではみんな卒業して専門学校に進む人もいれば大学に進む人もいるけど、専門学校だったら2年で卒業して就職して、大学生だったら4年間いてその後卒業して23歳になる年で新卒とか、そういうスケジュールが決まってると思うけど、それに対しての話です。だから自分は浪人もしたし大学も4年で卒業できるかちょっと分かんないんだけど、それ自体が不安なんじゃなくて、スケジュールから外れて他人からどう思われるのかっていうことに対して不安なんだっていうのに気づいて、これで確かに
そういう社会がさ、おかしいよね。いろんな道があっていいんだもんね。難しいよね。これはそのスケジュールにあんまり沿ってない自分とか、これからどうしていこうかなーっていう自分に対しての言葉です。自分の心の底にある欲求に気づけていますかっていう文章だよね。Wow. 確かにそれが大事なのかも。確かにって感じで、自分が悩んでるのはそのこと自体というより、そのことからいろんなことに派生して、こうなったらどうしよう、こうなったらどうしよう、将来こうなったらどうしようっていう、その出来事に対する解釈でまたさらに不安になってるっていうことに気づいて、自分はわざわざ不安になろうとしてるんじゃないかって思い始めて、そこから結構不安になろうとしない解釈をするように心がけました。不安で鬱の時はもう不安で仕方がなかったんだけど、その解釈をもう一回見直してみて、いやでも実際そんなに悪い話じゃないかもしれないとか、どんどん悪い方向に考えて不安になるんじゃなくて、自分の解釈で不安になってるんだっていうのをこの文章で気づけて、結構ね、なんか見直しました。そしたらやっぱり結構自分は卑屈に考えちゃうところがあるから、それをね直そうとしてそれを直そうと頑張ったら、直そうと頑張る過程で鬱から抜けたかもしれない。確かに、なんか自分はなんでこんなに辛い思いをするんだろうとか、なんで自分ってこんなことばっかりなんだろうって少し思ってしまう部分があったけど、その自分が何の問題に直面してるかってあんまり関係ないんだ。大事なのはそこじゃなくて、その問題にどうやって対処するか。確かにって次は家族関係に対しての言葉なんだけど、家族ってやっぱり切っても切れない関係。もちろん家族って人それぞれだから一概には言えないと思うけど、悩んでる人も多いんじゃないかな。それに対してね、なんか、家族って常に努力し続けてないと円満にいかないんだと思って、家族だから大丈夫とか、家族だから気を許し合ってるっていうだけでは、家族って変化し続けるものだし、それを毎回自分たちでその見直していかないといけないんだ。そうじゃないとどんどん変化していくものだから、その樹木に水を与えるのと一緒で、与えないと枯れちゃうし、それと家族は一緒なんだって思って。でもそれってさ、家族の全員で共有しないといけないじゃんね。難しいね。これはうつを経験した人もそうでもない人も本当に勇気づけられる言葉だと思います。で、なんか自分の今まで体験してきたことって将来、今までこんな経験をしてきたから将来もきっとこうだって思っちゃってるんだけど、そうじゃないんだ。今からでも変われるんだって。今からでも変われますよっていうのをずっと言ってくれてて、幸せになるのに遅すぎることはないってここにも書いてあるんだけど、なんかすごく勇気づけられるというか、鬱だからこれから先もずっと鬱なんじゃないかって思っちゃってたんだけど、思っちゃうよね。なんか鬱の時ってこれが永遠に続いて、もし良くなったとしてもまた鬱の波が来てっていう、絶対鬱の波が来ちゃうって思っちゃうんだよ。これを読んでも実際その鬱に対する恐怖ってあるし、でも研究で本当に証明されてるから、自分でもいけるんじゃないかってかすかな希望を抱きますね。なんかまた鬱が来たらどうしようとか思うけど、鬱が来ない日が来るんじゃないかなって思いたい。まだ思えてないけど思いたい。なんかね、
この本は最初にも言ったようにいろんな人の人生を踏まえた研究結果を教えてくれるんだけど、なんかそれをうまく紹介できなかったので、ぜひこれを読んでみてください。で、ここからは自分がそのうつからどうやってこの本を読んで抜けたのかっていう話をしたいと思うんだけど、この本ではもうずっと幸せは人間関係ですよ、幸せは人間関係ですよっていうことを教えてくれてて、なんか自分はこの本を読むまでは自分って稼ぐ能力がないし社会に適応できないから幸せになれないんじゃないかってずっと考えてて、今もうつの時はそういう考えに至ってしまうんだけど、でもそうじゃないよってこの本をずっと言ってくれて、人間関係が幸福度を決めるから、自分の人間関係を振り返った時に自分は結構人に恵まれてきた。もちろん自分のことを傷つける人もたくさん出会ってきたし、でもそういう人とは切れた。そういう人を自分はすごい切っていく人生だったんですね。だからでも切った人全員が自分に嫌な思いをしたって自分のことを傷つけたってわけじゃなくて、その一部ね。だから人間関係、恵まれた人間関係を築こうとしてきた。言い方悪いけど、自分に合った人、自分と付き合ってたいなこの人とはって思う人と付き合ってきたので、人間関係は結構恵まれてきたんじゃないかなと思って、自分の家族はすごく不器用なんだけど、不器用だから悩むこともたくさんあったり、喧嘩することもたくさんあったり、なんか 100% 機能してたかって言われたらそうじゃないかもしれないんだけど、それでもなんて言うんだろうな、感謝してるし、もうそれで幸せじゃんって。自分は今鬱で働けなくて、その社会に適応できないし、鬱の波が来るから健常者の人とかと比べたら幸せな人生を送れないんじゃないかって思ってたけど、大事なのはそこじゃないんだって。人間関係だったら自分のこの特性でも幸せになることができるんだって。なんなら今幸せなんだって。幸せは目指すものじゃなくて感じるもの。多分今までの自分は幸せになろうとしてた。幸せになろうってしてたんだけど、この本を読んでから今ある人間関係とか、それこそ苦悩葛藤とかが、それを経験してることが幸せなんだって。だから目指すものじゃなくて、多分今感じないとずっと幸せを目指してたら今ある幸せに気づけないんだと思って、なんかそれがすごい自分の中で大きい発見をしたんですね。だからなんかこの本を読んで、自分は幸せになろうとしてて、でも幸せになる力がないと思ってたけど、もうすでに自分は持ってるんだって。この生活を続けていけばというか、今のやり方を続けていけばっていう意味じゃなくて、今の人間関係を大事にするっていう姿勢を続けていけば幸せなんだって思うことができて、なんかそれからは一日一日をすごく大事にするようにしました。そうするとなんかやっぱり見える世界が全然違ってて、今までは今日も鬱だったからこれからもずっと鬱かもしれない、そしたらどうしよう、今日は元気だったけどまた鬱の波が来たらどうしようって今でも思っちゃうんだけど、それでも人生の幸福度は人間関係で決まるんだから、
今の人間関係は幸せってことは今も幸せって思えるようになりました。でも 100% その鬱への不安がなくなったわけじゃないけど、それと向き合えるようになったかな。どんどん自分の考え方で下に落ちていくっていうことはなくなった気がする。自分の体調で下に落ちた時にそこを対処するっていう、自分で鬱を加速させることはなくなったかなって自分では思ってますでも分かんないけどね。もう本当にこの本は鬱の人にとって、もうそうじゃない人でも気分が落ち込みやすいなって人も、実際に病院でうつ病ですって診断されてない人でも本当に勉強になると思うし、ブックオフで出会ってよかったですだからじゃあね、今回はこれで終わろうかな。バイバイ。みんな幸せでいようね。